皆さんこんにちは。ブッティモンキーレンチのお時間です。今回はプラグインエブリシングから配布されているフリープラグインリピーターについて紹介したいと思います。無料配布ということで誰でも入手できるので、ぜひ手に入れて遊んでみてください。リピーターはレイヤーイメージをコピーしてタイリングすることができるプラグインです。それだけを聞くと標準エフェクトのモーションタイルなどと似た性質を持っていますね。リピーターではコピーする数でタイリング数をコントロールし、コピー後にどのような配置にするのかなどを細かく調整することができます。さらにタイムオフセットという項目でコピーされたイメージの時間軸をコントロールすることも可能です。なのでエフェクトの時間置き換えやレイヤーを複製して並べるといったことでしか再現の難しかった表現もリピーターを使用することで比較的簡単に作ることが可能になります。このタイムオフセットは他のエフェクトやシェイプレイヤーの属性などとの相性もよく重宝しそうです。リピーターを入手するための URL を動画の説明欄に貼っていますので、そこからページに飛んでください。プラグインエブリシングのページに行くと、ガムロードもしくは AE スクリプツのどちらで入手するかを選ぶことができます。私がダウンロードしたタイミングでは、まだ AE スクリプツのページが存在していなかったので、ガムロードでダウンロードしましたが、今後も AE を続けていくのであれば、おそらく AE スクリプツにはお世話になると思います。他のプラグインも含めて管理もしやすいので、そちらをお勧めしておきます。ダウンロードできましたら、フォルダの中身を見てみましょう。フォルダを開いていくと、repeater.aex というデータがありますので、コピーして、画面に表示されている場所に貼り付けるとインストール完了です。説明欄にもインストール方法を記載していますので、ぜひチェックしてみてください。では、リピーターを使ってどのようなことができるのかを見ていきましょう。コントロール N で新規コンポジションを作成します。サイズは 1080×1080 で、フレームレートは30、デュレーションは5秒としておきます。コンポジションを作成できましたら、楕円形ツールを使って円形を作成しましょう。塗りだけを有効にし、楕円形ツールをダブルクリックして線円を作成します。作成されたシェイプレイヤーを展開し、サイズを150に設定しておきます。では、シェイプレイヤーに対してリピーターを適用しましょう。エフェクトのプラグインエブリシングの中にリピーターがありますので選んでください。エフェクトが見当たらないという方は、インストールがうまくいっていませんので、もう一度データの保存先や保存するデータの名前を確認しましょう。リピーターを適用すると、円形がコピーされ、3×3 のグリッド配置になりました。この状態からコピーする数や配置方法などを調整していくことができます。では、エフェクトコントロールを見てみましょう。たくさん項目がありますが、順番に見ていきます。まずはレイアウトです。レイアウトの項目では、コピーする数やコピーする際の処理方法、コピー同士の余白を調整する項目になっています。デフォルトではグリッド配置となっており、コピーズ X と Y の値を変更することでタイリングをコントロールすることができます。初期設定でミラーコピーが有効になっているので、数を増やすと両方向にイメージが繰り返されます。ミラーコピーを無効にすると片側の方向にのみコピーされていきます。ミラーコピーが無効の場合には、リバースディレクション X と Y の項目が追加表示されます。追加された項目でイメージを繰り返す方向を反転することができます。次に、インハーリットレイヤースケール。この項目はレイヤートランスフォームのスケールを継承するかどうかを定義する項目となります。レイヤートランスフォームのスケールに値が入っている場合に機能します。有効になっている場合にレイヤーのスケールを変動させてみると、コピーされたイメージも含み、ひとまとめにスケールされます。インハーリットレイヤースケールを無効にした場合だと、レイヤー全体ではなく、コピーされたイメージごとに個別にスケールします。有効か無効かで動きに大きな違いが出ますので、重要な項目となりそうです。次にパディングの項目を見てみましょう。パディングは余白を表します。コピーによりイメージが繰り返されていますが、このイメージ同士の余白を調整する項目となっています。パディングの値をプラス方向に動かしてみると、
コピー間の余白が広がっていきます。マイナス方向だと逆に余白がどんどん詰まっていくという感じですね。一つ上に戻ってユニフォームパディングを見てみましょう。ユニフォームパディングでは余白を均一に調整するか個別に調整するかを決める項目です。有効になっている場合は上下左右の余白を均一に保ちながら調整することができます。全体の余白をまとめて調整したい場合は有効にしましょう。無効にした場合は X 軸と Y 軸の余白を個別に扱うことが可能になります。なので、より柔軟な余白調整が可能になります。次に、リセット・レイアウトという項目。この項目では、レイアウトで設定された値を初期値にリセットするボタンです。レイアウトだけでなく、各項目にリセットボタンがあります。通常のエフェクトなどは全ての項目のリセットは用意されているのですが、リピーターでは各項目ごとにリセットできるようになっています。非常に親切な設計になっていますね。項目ごとの値を初期値に戻したい場合は活用してみてください。以降、リセットボタンの説明は省略します。では、次の項目を見てみましょう。次は、ロー、カラム、オフセットです。こちらは名前の通り、行と列を制御する項目となっています。ローオフセットでは、行のコントロールとなっていて、コピーされたイメージを横方向にずらすことができます。カラムオフセットでは、列なので、縦方向に位置をずらすことに使用します。オフセットにはモードがあり、今選ばれているのはディレクショナルとなっていて、指向性を持ったモードになります。行と列、つまり横軸と縦軸で2つの指向性を持っていますので、それぞれのオフセットを個別に調整できるモードとなります。では、モードをアングラーに変更してみましょう。モードをアングラーに切り替えると、軸に対するオフセットが一つにまとめられます。その代わりに、アングルという角度を調整するオフセット項目が追加されます。オフセットを動かしてみると、縦軸に位置がずれていくことが確認できます。この状態でアングルの値を動かすと、オフセットの方向が変化します。初期値の0だと列のオフセットですが、90度に変更すると行のオフセットに変わります。ディレクショナルだと少し面倒な斜め方向へのオフセットもアングラーを使用すると調整が楽になりそうです。その他、キーフレームを打って動かすことで面白い動きを作ることにも活用できそうです。次にタイムオフセットです。コピーされたイメージは元のイメージと全く同じ時間軸で動きますが、タイムオフセットを利用することで時間軸をずらすことができます。実際に試してみましょう。シェイプレイヤーを展開して、塗りという項目を開いてください。塗りの項目の中に不透明度という項目があります。こちらにキーフレームを設定し、100% から 0% になるようにアニメーションさせます。再生してみると、コピーされたイメージも含み、レイヤー全体が透明になって消えていきます。ここでタイムオフセットを使ってみるとどうなるかを見てみます。タイムオフセットの中にあるアマウントを10に変更します。すると、レイヤー全体ではなく、順番に不透明度のアニメーションが再生されていることが確認できます。アマウントはフレーム単位での設定なので、10と入力すると、10フレームごとに次のコピーの再生が始まるということになります。コピーされたイメージをどのくらい遅延させたいのかをアマウントを使用して調整しましょう。今回はシェイプレイヤーの塗りを使用してタイムオフセットの効果を見ましたが、エフェクトとの組み合わせでも機能します。実際に試してみましょう。透明度に打ったキーフレームを解除しておきます。解除後は不透明度が 100% になっていることを確認しておいてください。次に、エフェクトのブラインドを適用します。ブラインド適用後は、エフェクトコントロールを確認します。リピーターと他のエフェクトを連携させる際は、エフェクトの合成順番に気をつけましょう。リピーターのタイムオフセットの効果を得るためには、リピーターよりも前にエフェクトを処理しないといけません。なので、ブラインドをリピーターよりも上に移動させておきます。次に、ブラインドの変換終了にキーフレームを打ち、0% から 100% へとアニメーションさせます。再生してみましょう。一度に効果がかからずに、順番にブラインドが適用されていることが確認できます。
このようにリピーターよりも前に各種エフェクトを配置することでタイムオフセットの効果を得ることができます。では、タイムオフセットの他の項目も見ておきましょう。アマウントは時間をフレーム単位でどのくらいずらすのかを設定する項目でした。その他の項目ではタイムオフセットの順序や方向などを定義することができます。まず、ビジュアライザーオーダーを有効にしておきます。この項目を有効にすることで、タイムオフセットの順序や方向をヒートマップと呼ばれるもので視覚化することができます。再生が始めるタイミングを色の濃淡で視覚化してくれる機能です。赤色が最初に再生される箇所を表しており、黄色に移り変わっていくほど再生順番が後になることを示しています。どのように時間がずれていくのかがわかりやすくなるので、調整の際はぜひ活用してみましょう。注意点としては、この色はレンダリングにも反映されるということです。なので、不要になった場合は無効にしておきましょう。では順番に、オリエンテーションから見ていきましょう。オリエンテーションはタイムオフセットを行う方向を指定する項目です。デフォルトではカラムとなっていて、列を示す設定となっています。ヒートマップを見ると再生される順番が列を基準にしていることが確認できます。こちらをローに変えてみると行を基準としたヒートマップに切り替わります。横軸か縦軸、どちらの方向を基準にタイムオフセットを適用したいのかを考えて選択してみましょう。次にオーダー。こちらは時間をずらす際の順序を決定する項目です。デフォルトではスタンダードとなっていますが、ミラーやランダムに変更することができます。ミラーを使用すると、対照的に広がっていくイメージを作ることができます。ランダムだと言葉通り、不規則なアニメーションを作ることができます。どのように変化するかは、ヒートマップを頼りにして確認してみましょう。ランダムにした場合は、ランダムシードという項目が追加表示されます。値を変更することで、ランダム感を調整できますので、お好みのランダムイメージになるように値を動かしてみてください。次に、オーダーモディファイアズのリバース。こちらは名前の通り反転を意味します。有効にすることで、時間オフセットで設定している順序や方向を反転させることができます。こちらもイメージに合わせて、有効か無効を設定してみましょう。インクリメントは増加や増分を意味します。挙動としてはこのようなイメージです。インクリメントが有効になっている場合は、本来順番に再生されるところが一つ飛ばしで行われます。この項目は少しわかりづらく難しいのですが、もう少し詳しく見ていきましょう。まず前提として、画面には表示されていませんが、コピーされたイメージには、それぞれ内部で番号が割り当てられていると仮定します。いわゆるインデックスと呼ばれるものです。割り当てられた番号をもとに、どの順番で動かすのかが決まります。現在のインデックスを仮で表示してみるとこうなります。インクリメントが無効の場合は、番号順に再生されていきますが、有効にすると偶数にあたる番号を飛ばして再生が行われるようになります。奇数の番号の再生を終えると、次に偶数の番号の処理を始めます。オーダーをミラーに変更した場合も見てみましょう。割り振られている番号は以下のようになっていて、その通りにアニメーションが再生されていきます。インクリメントを有効にすると、偶数を飛ばして奇数を先に処理していく挙動となります。なんとなく動作イメージをつかめたでしょうか？わかりやすく偶数を飛ばして奇数を先に処理するという説明をしましたが、内部的にはインデックスが再割り当てされているかもしれませんし、そもそも番号が割り振られていないかもしれません。ただ、挙動をわかりやすく紹介するという点で、このような説明になっていますのでご了承ください。次にブレンディングです。この項目はコピーされたイメージ同士が重なった際の処理方法を設定できる項目です。わかりやすいようにパディングを変更してコピーされたイメージを重ねた状態にします。オパシティはイメージ全体の不透明度をコントロールします。インターコピーブレンディングを変更することで処理方法が変わります。重なったイメージの処理方法をノーマル、スクリーン、アド、アルファアドから選択できます。それぞれのブレンド方法を切り替えてみて、重なった際にどう表示されるのかを確認して選んでみてください。最後にバッファエクスパンションを確認しましょう。この項目ではバッファの拡大を設定できます。
例えば元イメージが画面の外に出てしまうと、コピーされたイメージも同様に切り取られてしまいます。この問題を解決するためにバッフエクスパンションを使用します。ユニフォームの値を上げてみましょう。すると画面外にはみ出し、切り取られた部分が描画されます。項目は3つあります。今使ったユニフォームは縦と横の範囲を均一に拡大してくれます。あとの2つはそれぞれ幅と高さを個別に拡大するときに使用します。レイヤー自体を画面外に配置している場合や、画面外に移動するようなアニメーションがついている場合などに活用してみてください。これで全ての項目を確認できました。設定できる項目が多い上に、それぞれの項目の使用頻度も高い印象を受けます。なので最初は項目の多さに混乱してしまうかもしれませんが、この辺は実際に使ってみて慣れていくことが大事ですね。ということで、簡単なアニメーションを作りながらリピーターに慣れてみましょう。作るものはこんな感じです。では早速作っていきましょう。一旦コントロール、シフト E でエフェクトを削除しておきます。そして新たにリピーターを適用しておきます。ではシェイプレイヤーを選んだ状態で S を押し、スケールプロパティを表示します。アニメーション開始時に0とし、12フレーム進めて100にし、拡大するアニメーションを作っておきます。適当に動きに緩急をつけておきましょう。グラフエディターを開きます。すべてのキーフレームを選択して F9 を押し、Easy Ease を適用します。動き出しは速くなるように角度をつけておき、動き終わりはゆっくりと停止させたいので、ハンドルを水平に保ち、速度を0にした状態で伸ばします。これで動きに緩急をつけることができました。では、エフェクトコントロールを確認していきます。まず、レイアウトを開きます。現状、レイヤー全体がスケールしていますので、コピーされたイメージが個別に拡大するように設定します。インハイリットレイヤースケールのチェックをオフにします。これで個別に拡大する動きとなりました。次にコピー数とパディングを調整してグリッド配置を広げます。コピー数をそれぞれ2に変更します。次にパディングを調整してコピー同士の余白を広げてあげましょう。私は60とします。次にタイムオフセットを開きます。タイムオフセットの中にあるアマウントの値を2に変更します。これでそれぞれのコピーが2フレーム遅れて再生されるようになります。あとはオリエンテーションを変更してみたり、オーダーを変更したり、リバースやインクリメントを使うことで様々なバリエーションを作成することができます。では完成したアニメーションを確認してみます。これはこれで使えそうな動きに思えますが、自分でコントロールできていない動きがあります。スケールアニメーションは円形の中心を起点に行っていたはずですが、よく見るとずれています。円の中心を起点に拡大せずに、左上が起点になっています。その結果、円形が右下に移動するように拡大しています。これはスケールによってレイヤーの大きさが変動していることが関係します。このようにレイヤーサイズが変わるようなケースでは、リピーター側もうまく処理を行えないので、プリコンポーズを活用します。プリコンポーズの前にエフェクトコントロールからリピーターを選択し、コントロール X でエフェクトを切り取っておきます。切り取ることができたらレイヤーを選択してコントロールシフト C でプリコンポーズします。プリコンポーズで作成されたコンポジションレイヤーが選択されていることを確認して、先ほど切り取ったエフェクトをコントロール V で貼り付けます。特に変化はありません。これはレイヤーサイズがコンポジションのサイズに拡大しているからです。先ほどまでのレイヤーサイズは円形と同じサイズでしたが、プリコンポーズしたことによりコンポジションと同じサイズになっています。なので、エフェクトコントロールからレイアウトのパディングを調整して余白を狭くしてみましょう。パディングをマイナス1280ぐらいにすると余白が埋まってくれます。再生してみましょう。しっかりと円形の中心を起点とし、拡大するアニメーションをリピーターで並べることができました。レイヤーサイズが変化してしまうアニメーションに関しては、今回のようにプリコンポーズであらかじめサイズを固定しておくという工程が大事になりそうです。
リピーターの特性上、今回はスケールを使って円形の大きさをコントロールしましたが、プリコンポーズを行う前提であれば、サイズを使用しても問題ありません。この辺は臨機応変に対応してみましょう。では、ちょっとした色付けを行ってみましょう。タイムオフセットからビジュアライザーオーダーにチェックを入れてヒートマップを表示します。このヒートマップは実際に色が反映されているので、レンダリングを行うと今表示されている色で書き出されます。この機能を利用してグラデーションを作成することができます。エフェクトから色かぶり補正を追加しましょう。追加したら色を変更することでお好みのグラデーションを作成することができます。ビジュアライザーオーダーはタイムオフセットの順番を示す機能ですが、使い方によっては本来の機能とは別の効果を発揮できますね。ではもう一つ作例を作ってみましょう。今度はパディングとブレンディングを使った作例です。コントロール N で新規コンポジションを作成します。先ほどと同じ設定で OK です。同じように楕円形ツールを使って線を作成します。作成されたシェイプレイヤーのサイズを整えましょう。私は450としておきます。サイズ調整ができたら、エフェクトのリピーターを適用しましょう。エフェクトコントロールからレイアウトを確認し、パディングの値をマイナス450とします。これでコピーされた正円が一つの場所に重なった状態となります。では、開始フレームでパディングにキーフレームを打ちましょう。開始から20フレーム時間を進めてパディングをマイナス320とします。この状態でブレンディングの項目を調整していきます。ブレンディングは不透明度の調整やコピー同士が重なっている際の処理方法を指定できる項目です。まずオパシティを 20% まで落とします。すると円形の透明度が増し、重なった箇所が視認できるようになりました。円形が重なっているだけですが、なかなか複雑な模様になっているように見えます。次にインターコピーブレンディングをアルファアドに変更します。これで重なった箇所がより濃く表示されるようになりました。では、パディングの値とスケールを変化させながら円形に動きをつけていきましょう。レイヤーを選択して U キーを押し、設定されているキーフレームを表示します。開始フレームから35フレーム進んだ箇所で、パディングを同じ値のままキーフレームを追加します。そこから20フレーム進めて、マイナス260に変更します。次に15フレーム進めて、マイナス260の値のままキーフレームを追加します。このタイミングでスケールにもキーフレームを追加します。シフトを押しながら S キーを押し、スケールプロパティを表示させます。スケールは 100% の状態でキーフレームを追加します。コピーされたイメージが個別に拡大するように設定します。インハイリットレイヤースケールのチェックをオフにします。では、再度20フレーム進めてパディングをマイナス110に変化させます。スケールを 45% に変更します。10フレーム進めて、パディングとスケールともにそのままの値でキーフレームを追加します。20フレーム進めて、パディングをマイナス450とし、スケールは 100% にし、円形を初期位置に戻します。では、回転も加えて、さらに動きを編集していきます。回転を加える際ですが、レイヤートランスフォームの回転を動かしてみても変化が起きません。コピーされた円形がそれぞれ個別に回転しているのと、円形なので効果が視認できないという感じです。今回はリピーターでコピーされた円形も含めて、全体で回転させたいので別の方法を使いましょう。エフェクトのトランスフォームを追加します。開始から35フレームのタイミングで追加したトランスフォームの中にある回転にキーフレームを追加します。そこから20フレーム進めて回転を45度に変更します。次に15フレーム進めて同じ値のままキーフレームを追加しましょう。さらに20フレーム進めて90度に変更します。これで全てのキーフレームの追加が終わりました。動きに緩急をつけましょう。
出る速度と入る速度の影響をそれぞれ高い値に設定します。キーフレーム速度を使用しましょう。すべてのキーフレームを一度に設定することはできませんので、それぞれ個別に設定する必要があります。スケールのプロパティを選択します。すると、スケールに設定されたすべてのキーフレームが選択されます。その状態で、コントロール、シフト、K でキーフレーム速度を開きます。入る速度と出る速度の影響の値を 80% にします。数値は好みですが、高い数値の方が動きの緩急が強くなります。今の工程をパディングと回転にも行っていきます。モーションツールズを導入している方は、すべてのキーフレームを選択して一気に調整することが可能です。では再生してみましょう。うまくアニメーションは作れているでしょうか？数値も細かく紹介しているので、手順通りであれば動画と同じアニメーションが再現されているはずです。では、色を追加して仕上げていきます。まず、今の状態は背景がない状態です。透明グリッドを押してみると、背景が透過していることが確認できます。なので、まずは背景を埋めておきます。エフェクトから単色合成を適用します。これで背景を埋めることができました。では次に色を加えていきます。エフェクトのトライトーンを適用しましょう。トライトーンは明度ごとの色を変更できるエフェクトです。例えば背景の色を変えたい場合、現在の背景の色は黒なので、シャドウの色を変更すると背景色が変わります。私はミッドトーンを青色に変更します。背景も真っ黒なままだと味気ないので、少し明度を上げてメインとなる青色に少しだけ寄せておきます。これで完成です。いかがだったでしょうか？今回紹介したリピーターは今後のワークフローにも影響を与えるくらい素晴らしいプラグインだと感じました。一応ロードマップも公開されており、今後のアップデートも含めて楽しみなプラグインです。ぜひいろいろと試して遊んでみてください。今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。